はい。はい。カウンカウントダウン。トしますね。はい。何カウントかでもいいんで、よろしくお願いします。OK。じゃあいきますよ。はい、5、4、3、2、1。用意スタート。はい。ということで、始まりましたけども、一番最初に関しては、このソティスというキャラクターとの問答を、決まった手順でこなすだけなので、主人公ですけど、ルートによって違うんですが、今回はベレットにします。で、この選択肢に間違えるとロスするので、ちゃんと選びましょ一番下の人間だを選ぶのが最速でう。す。で、誕生日に関してなんですけど、12月の1日にします。これはデフォルトの選択肢1月1日だと、誕生日が、第1部と2部で2回来てしまうので、それを避けるために、あえて1ヶ月ずらして12月1日にしてます。これだと、第1部の士官学校編でしか誕生日は祝ってくれなくなります。なので、まあ、多少の短縮になります。で、序章なんですけど、基本的にもう動きの内容は決まっているので、最初にオプションを変更して、もう決まった手順の通りに、先生を動かします。で、ベレットなんですけど、基本的にベレットと呼んでいきたいんですが、便宜上先生ということのが多分多くなると思います。まあ、どちらでも言えるからね。ベレスでもベレットでも。おそらくとっさの時にベレットじゃなくて先生が出ると思います。はい。で、このゲーム、序盤の大きなポイントとなってくるのが、このベレット先生の、成長の内容になりますね。このゲーム、乱数調整等々の類は一切ないので、先生の成長吟味とか基本的にはできません。ですので、ここで先生がどのような成長をするかによって、今後の RTA の進み方が大きく変わってきます。特に序盤のタイムは本当に先生のパラメータに依存します。今の2ピンは痛い2ピンですね。いや、でも守備伸びたんで、まあまあです。はい。まあで、そうですね能力値なんですけど、一番伸びてほしいパラメータはやはり力ですね。力がないと倒したいはずの敵が倒せなかったりとか、敵に対しての確定数が変わったりするので、最優先で欲しいところです。で、その次に欲しいパラメータが守備になります。守備が低い先生はすぐにやられてしまうので、なるべく上がってほしいところです。まあ、それ以外のパラメータは基本的にあればあるほど嬉しいですが、まあ、その2つよりかは若干優先度が落ちます。はい。で、ちょっと序盤はちょっと忙しいので、僕が喋る感じになってますけど、とりあえず、この後は修道院の、探索パートが始まります。で、修道院の探索パートに関しては、今回、宮長3人に話しかけるのが終了条件なんですが、まあ、以前、海外のイベント等々でですね、同じようにこのゲームを走っていた方がいたんですが、その時にですね、フェルディナント・フォン・エーギルに挨拶するということをしていたので、僕もやろうかなと思います。で、今回、レア様から、クエストを受け取って、93人に話しかけに行くんですが、修道院内ではですね、基本的に処理落ちを回避するために、先生はずーっと下の方を向いています。カメラをズームにして、ずーっとカメラを下向きにして、床だけを見つめながら走ります。これをやらないとですね、結構このゲーム処理落ちが厳しいので、特にですね、コマンド選択とかする際に処理落ちが発生して、コマンド選択のタイミングとか選択肢をミスるっていうのが割とあるので、フェルディナント・フォン・エーギルがここにいます。で、ついでに横にいるベルナレッタ・フォン・バーリにも挨拶しておきます。で、ここ選択肢間違えると、自分の足で帰る羽目になるので、しっかりと選びます。はい。で、ここでルート選択なんですけど、はい、宇月さん、ルートの発表をよろしくお願いします。はい、ルート発表です。蒼月の章です。はい。ということで、青クラスです。青クラスです。はい。ということで、ルーベンクラスを選択して、ゲームを進めていきます。休学投票に協力してくださった皆様、本当にありがとうございます。ということで、序盤は忙しいんですが、この後は、とりあえず、一段落つくので、はい、コメントの対応とかを宇月さんにお願いしようと思います。基本的にこのゲームですね、ショーが始まってしまうと、忙しいので、プレイしてる僕はほとんど他のことができなくなってしまいます。ですので、まあちょっと今、この配信にはですね、このゲームのファンの方がおそらく、3万人強ぐらいいると思いますので、そのコメント欄の対応とかを宇月さんにお願いしたいと思います。はい、了解です。次も、チュートリアルですね。この探索はチュートリアルなんで、まあ、
級長に話しかけるだけで終わるんですが、この後スキップトラベルをするために、そのスキップトラベルポイントの解放だけしに、温室まで走ります。でこれをやっておかないと、後々、この場所に来ることが、ワープしてくることができないので、先に解放しておきます。で、解放したら終了です。で、次の学級対抗戦なんですけど、今、エーゲルに花を渡しませんでしたね。渡しませんでしたね。あ、そういえば僕もやればよかったですね。僕もやればよかったですね。確かに。4月30日は、フェルディナント・フォン・エーギル君の誕生日です。で、ここの学級対抗戦なんですけど、終了条件は敵の全滅です。敵が全滅すれば終わるんですが、まあ、青ルートの、現在僕が使っているチャートとして、2種類ございまして、ここの学級対抗戦で、メルセデスというキャラクターの成長によって、チャートを分岐させることにしています。でこのゲーム戦闘始まってしまうと本当に画面が目まぐるしく動くので、そうですね。ちょっと何やってるか全然わかんないと思うんですけど、で敵弾は飛ばせてしまうので、このゲーム。お、アレントに一つ出てる。イグラーツ早い早い。はい、力伸びましたね。いいですね。いい成長ですね。とにかく力が伸びてくれると嬉しいですね。さて今、ダラハウが、ドロテアを倒したところで、先生は例によって、上の方へ突撃して、ちょっと回復するのね。はいはいはい。基本的に、そうですね、回復しますね。基本的にもう、キャラクターの動かし方は、基本は決まっています。基本は決まっているんですけれども、まあ、先生の成長が悪かったりとか、攻撃を外したりとかで敵が倒せないとかになった場合に、まあ、ちょっとした、アドリブというかリカバリーをかけます。力いいね。今力が伸びたので、エーデルガルトを戦技なしで倒すことができます。これはまあ若干操作が減るので、ビターン式になります。先生、力はまあまあ伸びていますけど、ちょっと守備がもうちょっと欲しいですね。まだ守備1回しか伸びてないんでね。このルートですね、守備が低いと序盤本当にきついので、ミスった。はい、ということで、間違えた。ということでですね、このゲーム大丈夫です。中断データというか、オートセーブがあるので、まあ、対局でもいいけどな。どっちが早いんだっけ、対局と生命ゴミ。対局の方が経験値とかを引き継げるので、あと狂っちゃうね。引き継げるのでいいと思うんですけど、まあ、経験値とかを引き継いだ都合上若干狂っちゃうので、この学級対抗戦何が辛いかというと、さっきみたいに操作ミスをした場合に、まだ今後出てくる天国の白道というものがないので、やり直しが効きません。やり直しが効きませんというのを身をもって証明したんですけど、やり直しが効きません。イグナーツは2度やられる。やり直しが効かないので、本当にここはなんでここでソティスさん早く来てくんないのってずっと思ってます。守備伸びたけど、ちょっと力伸びなかったね。まあ、守備ならいいでしょう。正直、技幸運みたいな、エリュートみたいな成長が一番困るからね。力も守備も伸びないと、ちょっともうちょっと頑張ってくれ先生ってなりますね。ちなみにここは味方の進軍の仕方で敵の行動が思いっきり変わりまして、右上の方に向かっていくとこいつらはカモだと言わんばかりに、赤クラスと黄色クラスが全員こちらに向かって突撃してきます。ひどい話ですね。で今回力伸びなかったんで戦技で倒しました。右側がなんか8ばっかりですが、近いですね。やっと力来た。さっき何を見せたかも全然覚えてないですけど、さっきはあれでしょ、間違えてターン終了しちゃったんだよ。殴るのと間違えて。この後ターン終了したんだっけ。そう。で、ウハラダが対局しちゃった。喋りながらやってるので、もう全然なんかごっちゃごちゃだね。ここですね。ここでメルセデスのレベルが上がるはずです。なのでこの成長によってチャート変わるんですけど、はい、ということで、はい。まあ何がどうなるかはおいおい。ブレーダーと発動しました。ブレーダーと置いちゃいましたね。10% で発動する紋章で発動すると、ディミトリン危険値が入ってしまうので、あまり美味しくないです。ひどいですね。先生いや、まだまだ全然マシ。まだわからないから。ということで、なんかいろいろありましたが、
りあえず学級対抗戦クリアしました。でですね、チャートの分岐についてなんですけど、先ほどメルセデスがレベルアップしたんですけど、あそこで魅力が上がるかどうかでチャートを分岐させています。メルセデスの魅力が伸びた場合は、メルセデスを踊り子にすることができるので、メルセデスを踊り子にして進めていくんですけれども、今回は魅力伸びなかったので、メルセデスではなく他のキャラクターを踊り子として採用していきます。ちなみにメルセデスの魅力成長率は 40% です。そこそこ高い方なんだけどね。初期値も8あるし。初期値は非常に高いです。で、ここからはとりあえずはもう、5月11日は探索なので、探索がもう決まったことをやるだけなので、ちなみに難易度はノーマルクラシックですね。はい。あ、どっちだこれ。レオニーじゃないか。レオニーですね。レオニーだ。ここはお父さんかレオニーかどちらかにが並んでるので、間違えてレオニーに話しかけると今のように若干ロスになっちゃいますね。よくあるのが今みたいに移動しすぎて、そうそうそう、ジェラルトにぶつかることによっレオニーに話しかける。て、先生が滑ってレオニーに話しかけるっていうのが割とあります。結構皆さん踊り子に対してあれですね、いろんなキャラのこと言ってますね。で、ここの、送信。僕は青の踊り子だったらアネットかシルバーを押します。よし。で、ここの目標設定間違えるととんでもないことになるので、しっかりと決めていって、このこの生徒の質問ですね。ストーリーを進めていく上で、生徒からこのような形で、質問が来ます。先生、これってどうなってるんですかっていう質問が来るんですけど、基本的に3択の選択肢になっていまして、正しい答え、ちょっと正しい答え、間違った答えの3択なんですけど、基本的に RTA では全部間違った答えを選択します。というのも、正しい答えを選んでしまうと、先生の指導ポイントに経験値が入ってしまって、指導レベルが上がってしまうので、なるべく極力それを避けるために、先生はトンチンカンな答えでずっと回答を続けることになります。だって実践が始まりますね。ここはもうレベルアップを除くとか見るだけなので、ただ守備が低すぎると先生が普通に落ちちゃうことがあるんで、今回の先生だったらそこそこなんとか耐えられるっていう感じではありますね。ここも若干運の要素絡むんですけど、なるべく先生が敵を削って経験値を得て、ここで、レベル10まで上がることを狙ってます。いいですね。いいね、いいね。ここで先生のレベルが10になると、この後先生を盗賊にクラスチェンジさせることができて、移動力が4から5に上がるので、基本的にチャートは、いい設定ですね。レベル10になるように組んでます。ただ、先生が必殺がを出して、速さ低いですね。低いよ、これ。これは、もう、あと1伸びないと最低保障。これ必殺が出てしまうと、はい。ここで敵将に対して必殺が出てしまうと経験値が最低保障ですね、これ。最初漏れちゃったね。ちょっとロスですね。力16、守備9は力ちょっと低いですね。で、大体ですね、ここでレベル10になるので、ここで先生のパラメータを見て、この先生はどうなのかっていうのを判断することが多いです。先生の力期待値大体これ17あります。守備が9なので、16の10だね、速さが。力速さが。速さは11ないと後々最低保障という、能力値がアップする演出が入るので若干ロスります。先生の成長率はバランス型なんで、こういうことは割とよくあることなんですけどね。ありますね。速さは特に結構最低保障のラインがきついので、よくありますね。45% だからね、力も速さも。かなり不安定なところはある。はい、これしっかりと剣レベル C を達成して、盗賊の合格率を 100% にしています。ここもですね、敵を順調に倒しすぎてしまうというか、先ほどのソルジャーがいっぱいいるマップで、運が悪いと足りなくなって 66% だったりします。が、今回はちゃんと 100% で盗賊になりました。いいですね。よしよし。で、ここで速さが11ないんで、上がりました。1アップしちゃったよ。はい、この時間がかかってしまうので、魔法高くね、この先生。魔法めちゃくちゃ高い。魔法11で。でも、破点で乗るから悪くはないよね。魔法の伸びに関しては。で、ここでお買い物タイムをしまして、いろいろアイテム買って、盗賊退治に、行きます。
ここなんですけれども、ここなんですけれども、ここの、赤北にザーなどでですね、この RTA 上、必要でないユニットを、全員撤退させます。このゲームは倒されはい、るっていう感じですね。そうですね、今、俗に言うロストですね。赤北に覚えているか。で、なぜロストさせるのかについては、後ほどという感じなんですけど、基本的にこのゲームは、ユニットが少ない方が得です。ありとあらゆる点でタイムが速くなります。ですので、RTA 上ちょっと必要ないユニットとか使用しないユニットに関しては、これ撤退してもらいます。先生の守備9だから大丈夫かな。多分やられないと思うんですけど、OK ですね。先ほど言ったように、メルセデスの魅力が一伸びてたら、メルセデスが倒されることはここではありませんね。そうですね、生存ですね。で、ここ5人いるので、5人全員倒されるまでこのマップ終わりません。5人倒されるまで先生は敵将倒すのを待ちながら、ここでずっと待ちます。回復しながら。だって気づいたらダラハウモロスとして、もう残りがはい、シルバーも倒されたので、これ5人全員ですね。全員ですね。で、ディミトリは倒されるとゲームオーバーなので、力低い。力低い。技高いな、この先生。この、ファイアエンブレもあるあるですけど、力より技が高くなった瞬間の、もうこれダメだ感がすごいですね。そうですね、聞いてますか、エリウッド。よくあることなんだけど。先生は特に力の直値が技とか速さに対してかなり高いので、そうね、力13、技9、速さ8なのに、今力16、技17なんで、ちょっと、って感じになりますよね。だいぶ期待値は上回ってるんだけど、技じゃ正直そこまで嬉しくないっていうのがあれですね。全くもう。ということで、盗賊退治でとりあえず、今回使用しないユニットを設定させて、次6月ですね。6月は最初探索が必須なんですが、そこでですね、騎士団の、雇用というものを行います。で、購入する騎士団は、セイロスなんか修道士隊というものなんですけど、名前だけ聞いても分かんないと思うんで、どんな騎士団かというと、あれですね、神速の備え持ってるやつですね。神速の備えというのは、味方の範囲内の移動力を1ターンだけプラス5するというとんでもない、計略スキルです。これのおかげで、最強ですよ、最強。このゲームをプレイした方はね、大体分かってると思うんですけどね。ぶっ壊れですね、これ。そうですね。鉄壁神速祝福はこのゲーム最強の計略です。ということで、神速の備えを購入して、ここですね。で、ここで生徒の質問が毎月1人ずつ来るんですけど、この生徒の質問は、第1部、第2部それぞれで1キャラ1回ずつしか来ないような仕様になってます。で、かつ、徹底したユニットは絶対に来ません。ですので、キャラクター、使用しないユニットを徹底させておくことによって、この質問の回数を減らすことができます。で、この質問ですね、修道院の読み込みも兼ねているので、1回あたり9秒ぐらいかかるんですね。9秒から10秒ぐらい。ということで、なるべくユニットを徹底させて、この質問の回数を減らしておいた方が、全体的なタイムは速くなるということで、盗賊退治で撤退させています。他にも出撃選択するときの解除の人数が減るとかもいろいろあるんですけど、一番大きいのはここです。そうですね。基本的に出られるキャラがいると勝手に全員出撃扱いされちゃうんで、開幕で。縛りプレイとかで本当に邪魔なんですよね。で、このゲーム意外というか、実際に僕が RTA やって意外だったのが、士官学校編は意外と9丁強制追撃じゃないです。意外と外せます。そう、だからここで9丁出してないと、どっからともかく覚醒器で喋りかけるディミトリア・クローデ・エーデルガルトさんが発生されます。このガスパール領民倒したときに、すまないって言って、どっか古風から喋りかける。今ですね、今のやつです。力きましたね。守備9は正直もうちょっと欲しいです。ちょっと期待値低いね。目安としては、8月のマイクランの塔までに12ぐらい欲しいです。よく言えば。ただ、もう厳しそうですね。期待値割れてるしね、すでに。ちょっと割れてます。8月のマイクランの塔のマップが一番ですね、守備が必要というか、守備が欲しいマップなので、先生力足りないので、ロナート様を反撃で倒せませんので、もう一回殴って倒します。
速さ低いな。技高い、速さ低いはちょっとまずいですね。今ちょっと HP 幸運魔法魅力が見えたんですけど、まあまあまあ。今なんか HP 幸運魔力、HP 技幸運魅力っていう成長が見えた気がしますが。まあ、些細なことですね。イグナーツとかでよく見る成長って感じはありますね。ああ。ギラス魅力伸びないから。まあ確かに。成長がパッとしないと、ちょっと後々辛いですね。特に士官学校編は本当に先生の成長が重要なので。まあ基本、学生編は先生しか戦わないからね。そうですね。みんなで強くなろうって言ってる人は自分だけ強くなります。その、なんでディミトリーを使わないかについても、それは後で解説があるので、まあっていう感じですね。ね。すぎるよ。で、ようやくこの辺からちょっと落ち着きますね、このゲーム。そうですね。教えてほしい。で、とりあえず、カレンダーを進めていくだけなんですが、ここも。あと何か序盤で説明していないことありますかね。序盤で説明していないことは特にないと思うよ、もう。じゃあ、言いたいとりあえずことはしっかり言ってるの。ゆっでたりと行きましょう、ゆったりと。次のマップも一番上にいる敵将を倒せばクリアなんで、そこまで突っ込むというか、まあ、所定の工程を踏んで突っ込むだけなので。まあ、ここは普通にやってると、ターン制限があるので結構めんどくさいマップなんですけど、まあ、本プレだったら、一人が強くなった先生が、特攻していくだけです。はい。死神騎士はスルーします。クレンの誕生日を祝わないのかっていう話はありますけど、別に祝ってもタイムはそんなに変わらないので、祝ってもいいですが。まあ200円減るだけですからね。連打してる方が楽なので連打してます。で、ここディミトリがレベル上がってますが、これは学級対抗戦で、ブレーダットが発動して敵を倒してしまったので上がってしまいました。本来は上げたくないです、ここでは。1個損しちゃうからね。まあ FE シリーズの RTA 全部そうなんですけど、レベルアップって飛ばせないので、余分なレベルアップはロスでしかないんですね。ひどいですね。なんだこの先生は。なんだこの先生は。速さ14はきつい。速さ14、守備9、力16、17?17。力17きつい、速さ14きつい、守備9きつい。これは風雲マイクランジョがえらいことになりますね。これはきつい。100点満点だったら大体40点弱ぐらいの先生ですかね、これ。あとこれはレア様の言葉を借りると失敗作と言われてもおかしくないラインにちょっと到達してきてますね。ちょっと怪しいですね。だいぶ怪しいっすよ。ちょっと怪しい。そうですか。あなたも失敗だったのですね。ちょっと片足突っ込んでますね、もう完全に。いやー、ちょっと、だいぶ期待値言われてる、これ。技以外。技以外。あと魔法。ちょっときついですね。大体これレベル14ぐらいになっているので、力期待値19ぐらい、速さは盗賊になってるのもあって、まあもうちょっとあるはずです。守備はまあ10かそこなんで、全体的にちょっとずつ低いです。普段上がっても嬉しくないようなところが全体的によく伸びてるっていう、RT 的にも美味しくないし、通常プレイでも美味しくないっていう、なかなかひどい状況です。ちょっとですね、これは厳しいですね。で、ここの8月、先ほど言っていたマイクラの塔なんですけど、ここで先生のパラメータが非常に重要になってきます。先ほども言いましたが。というのも、あのマップ、まあやったことある方は分かると思うんですけど、非常に動線距離が長くて、中央のマイクランを倒せば、まあクリアにはなるんですが、そこに行くまでが非常に時間かかると。そうですね。で、かつ、先ほどのマップみたいに、神速を使って一気に敵将まで特攻ってこともできません。なので、先生が短期特攻で敵をなぎ倒しながら、中央のマイクラまで進んでいくということになるんですが、これ先生の力が足りなかったり、特に守備が足りなかったりすると、先生すぐやられてしまうので、非常に厳しいです。今回守備9しかないので結構厳しいです。まあそもそも傷薬を使うのに関しても結構ロスなので、このゲーム。やられてしまったら当然ロスですけど、回復するのもロスなので、やっぱりここはですね、先生が優秀であればあるほどタイムが速くなりますね。まあ、これ、はい。ここのルートに関しては、青、赤と黄色でルートが全く違いまして、まあ、今やってる青だと、まあ、ご覧の通り、オスティア状のような長さのルートをひたすら突っ込んでいくわけなんですが、
黄色ルートの場合はリシテアという女の子がワープという魔法を使えるので、真ん中に先生をすっ飛ばしカトリーヌをすっ飛ばして、マイクラを直接ぶっ倒すというルートが取れます。先ほどのように中央にアーチャーがいて、結構射程3マスの弓でチク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 先生を殴ってくるので、守備が低いと結構 HP 減らされてしまうんですよね。で、速さ低かった、地味に速さ低かったので窓下倒せませんでしたね、一発で。魔法軽いからね。いやー、結構食らってる。いやー、きつい。フォートレスが倒しました。うわ、やばい。やばい。あのフォートレス強いんでね。であのフォートレスなんですけど、倒すと命の指輪という非常に重要な、アクセサリーをくれるので倒しに行きます。命中プラス10の紙アクセサリーですね、これは。ついでにこの辺の雑魚敵をいなすのも、兼ねています。が、先生が非常に対局ないので厳しい。これ結構特感してますけど、まあ、普通にやられてもおかしくないです。多分やられますね。はい、やられました。このゲームやられた場合は天国の白道という仕様があるので、それを使って、このようにして、なんとかします。当然これを使うのもロスなので、あまり使いたくないですが。うえーまずい、あと1回しかない。どうすっかな。左回りだろ。左回りいくか。いや、左回りでも結局こんなんなので、辛いな、これは。これは死ぬかも。どこやか欲しいね。これダメかも。あ、ダメです。はい。ということですね。はい、悪い夢でしたね。なかなかここでゲームオーバーになることはないです。たまにありますけど。守備が低いとこうなります。本当にこうなります。先ほどの見た通りなんですけど、現状回復手段が傷薬しかなくて、超額手に入れる方法もあるんですけど、RT だと時間がかかるのでやらないので、傷薬しか回復手段がないです。なので守備が低いと、さっきみたいに後手後手にひたすら回ることになって、天国の白道回数3回しかないので、やられてしまいます。ここでゲームオーバーになるのはひどいと言わざるを得ない。成長もひどい。速さ、力全然来ないな、この人。成長がひどい。近年これさ、これ近年稀に見るダメベルトではというはっきり言って。守備9でも敵の攻撃を避け続けたりとかして、結構リアルラックがいいとですね、先ほどみたいに苦戦することあんまなかったりするんですが、ちょっとダメージを食らいすぎている。このゲームだから、先生や学生のキャラクターは最低2個は成長するっていう保証があるんですけど、それを差し引いてもあんまりだよねっていう結構きついですね。フォートレスはなんとかなるやろ。今フォートレス確認しましたけど、メイス使って倒してるんですけど、ギリギリでしたね。そうだね。ただ今回はノーダメだから。これは必殺出して倒したか、今度のモンストで回復したかどちらかですね。これはいいですね、なかなか。さっきはもう瀕死の重傷だったので、今回は割と余裕を持ってマイクのところはいけますね。そうですね。で今、守備9なので、先ほどのアーチャー、全然伸びてね、こいつ。魔力技幸運とか見えたぞ、今。魔力技幸運、HP 魔力技幸運。HP 伸びるのは実体験伸びるから HP が伸びるのはいいんだけれど、それを指しても力速さ守備がここまでへたれるのはちょっとなかなかないですね。きついな。45% ですよ、力。といっても 45% なんて、このゲームに関しては成長率なんて当てにならんから、確かにあれなんですけど。きついな。で、これ力足んないのでマイクラン倒せないですね、多分2ターンで。はい、足りません。もうきついですね、この時点で。このマイクランは遺産を持ってるんで、殴るだけで勝手に向こうの HP 10減るっていう優しい仕様のはずなんですけどね。力足んないとよくあります。アーマーだから硬いしね、一応。速さも足んないからこいつは倒せない。なんだとここで速さ足んねえのマジやばい。先生の守備が欲しい理由の一つとして、ここに敵がうじゃうじゃ今いるんですけど、先生の守備が高いと敵の AI の都合上、この敵って先生に向かってこないんですよ。っていうのもあって、守備はあった方が、だから守備が高いと全然ひどいな。守備まだ9か。
2回しか伸びてないですね。守備が高いと、ここのマップはもう全然行動が変わってきます。なんか動揺してますが、もう知りません。いやー、頑張って先生。頑張って先生。まあ、19回上がったので、大体まあ普通のゲームだったらまあ、頑張って先生。冬だったらクロスチェンジするみたいなラインなんですけど、本当に頑張って先生。あ本当に頑張って。マジで頑張るね。てか計略食らいすぎだよ、この人。まあ、計略は食らうもんです。しゃあないです。オッケーオッケー。もうロスとか知らん。よし、これはウイニングなんだ。ジェラルト傭兵団がズタボロだね、もはや。こうはならんやろみたいな感じですけど。そうですね、これが悪い例の一つ苦しい。苦しいです、評価してください。かなり苦しいですね、これ。これがだから、黄色ルートだと、カトリーヌさんというソードマスターを真ん中にワープすることで一瞬で終わるって、まあさっきも言ったんですけど、他のルートだとこのように泥仕合になることもあるので、もう辛いっすね。正面から殴り合いになるので、本当にここは先生のパラメータが高い低いでタイム変わります。大きく変わります。30秒以上変わります。今回死んだので、もう30秒どころじゃないですけど、多分5分ぐらいいってますけど。ここの先生めっちゃ強かったよね、ヤシの。基本的に、どの、RT プレイヤーの記録動画も、ここはまあ大体強い先生になってるというか、強い先生しか生き残れないので、ここは。まあ、タイムが先生の能力値に直結する、逆か。先生の能力値がタイムに直結するという都合上、まあ、いい先生以外はここで足切られるということになってますので。破裂の槍は、まあ、使わないのと、その分イベントがちょっと伸びちゃうので、渡しません。ルートによっては使うこともありますけど、基本的には、もらえません。というわけで、まあ、なんとか風マイクラン城は突破しました。辛かったですけどね、かなり。で、9月なんですけど、はい。ここでですね、シャミヤというキャラクターをスカウトします。このシャミヤというキャラクターは9月からスカウト可能で、スカウト条件は先生のレベルが15以上。RT だと余裕で、達成できるので、これスカウトしておきます。これは、次の9月30日のマップで使います。シルバーは他ルートだと基本的にそうですね、ベルス先生でやるので、踊り子になれるようになれる好きでスカウトをして、そのまま踊り子をやってもらうという形になります。なりますね。青ルートで使わない理由としては魅力が足りないからです。シルバーの魅力直値だと、訓練しても踊り子になれないので。2回いるやろ。2回、7だか2回いるはず。なので、使いません。じゃあ誰になるかは、まあ、交互期待ということで。お楽しみに。で、このシャミヤというキャラクターなんですけど、スナイパーというクラスについてまして、他のキャラクターよりも弓の射程が1長いです。まあ、それを利用して今回このマップの中央にいる、死神騎士、通称闇魔法試験パスおじいさんを倒します。もらっても使わないんだけどな、今回だと。闇魔法試験パスおじさんもしくは、逸楽さんですね。いいですね。まあ、このような形で、この画面下から、シャミヤの、局者という戦技を使って、死神騎士を、削っていきます。ひっそりとドゥドゥの進行を上げていたのは、ここでシャミヤさんの HP を回復して安定を取るっていう理由ですね。で、アネットが今応援をかけてるんですけど、この応援をかけないとシャミヤさん追撃食らって死んでしまうので、これは必須です。という形で、この壁向こうから、死神騎士を狙撃して、このマップクリアです。一体どっから矢が届いてるんでしょうね。先ほど言ったように、まあ、シャミヤというキャラクターは指の射程が1長いので、その状態で局者を撃つと射程4マスになるんですね。で、射程4マスだとあそこギリギリ届くと。今すんなりといきましたが、死神騎士非常に必殺の高い武器を持ってまして、サリエの大釜っていうんですけど、それが必殺30ぐらいあって必殺が非常に高いです。で今スルッと倒しましたけど、シャミヤさん必殺 18% ぐらいあるので、運が悪いと死にます。まあ、死んだ場合は天国で戻して乱数調整して倒すという手段になるんですけど、まあ、そうなると若干タイムがロスしてしまいます。で、今、会話の流れでフレンが加入しました。フレンは優秀なキャラクターですね。ぜひ。コメント欄がまで埋め尽くされてますね。まあ、そりゃそうでしょうね。レスキューが使える、レストが使える、通常プレイでは非常に頼りになる、セスリーンさんですね。
構闇パス使い道ないっていうコメントがあって、なかなかあれですね、悲しいですね。まあ、ダークメイジで覚える邪毒っていうスキルはまあ優秀なんですけど、あれは何かしらそのアクションが当たればいいので、極論言えばサイレスが敵に当たっても敵の HP が最大の 20% 減るっていうわけのわからない仕様だったりするんですよね。で、で次がですね、お待ちかねの呪術戦ですね。お、呪術戦来ましたね。グロンダーズ呪術戦というのは、言ってしまえば3クラス合同の運動会みたいなものなんですけど、終了条件が敵の全滅になってます。なんで、他2クラスの敵全員倒さないと、ここのマップは終わりません。なんですが、それぞれのクラス独立しまして、他の2つのクラスが同士討ちしたりとかもするんですね。で、そういった場合何が起こるかというと、やるたびに誰が生き残ってて、誰がやられてて、攻撃がどれが当たってて、誰がどこにいるか全部変わります。非常に困りますね、それは。なので、ここは非常にさんは出られません。出られません。出てほしいです。生徒同士の戦いだからね。なるほどね。非常に一応先生、一応生徒扱いだからフレームは出られる。力引く。はあ、力19。今更だ。つうか魔力11もなかなかやってるな。全体的にやってますね、この先生。で守備が低いのが一番やばい。守備9はまずいよ。で、そんな感じのショーなので、このマップは非常にランダム性が強くて、運によってタイムが大きくぶれます。順調に敵を倒せるか倒せないかってだいぶ変わります。で今回先生の守備低いので、9しかありませんね。でここもですね、敵を全部倒すとは言ったんですけど、先生が大体倒すので、先生のパラメータ低いと、ここでもう先生が足を引っ張ることになります。いや、守備伸びない、本当に。これはあれですね、ニルバーナで守備最低保障っていうよりも珍しいものが見れる可能性があります。10になっちゃうね、これ。先生の守備って30だか 35% だから、そうそうこんなひどいことはないんですけどね。大体12ぐらいはあります、これ。期待値。で先生下手やってるとですね、焦らず戦おうって言うんですけど、あなたは焦ってくださいって思うんですよね、いつもね。焦りたくないのはこっちなんだよな、本当に。シルダーは倒せるかな、倒せないな。ひざちゃん落とせませんね。違う、倒せる。この辺りアドリブ力求められますね、このマップは。先生のパラメータが高ければ全部無視できるんですけど。ペトラが動きました。これはいいです。今なんか普通にエーデルガルトさんやられましたね。窮地はよくやられます。ペトラと、いや、任せよう。ラファエル長生きだな。大抵2人が残ってることが多いですね、あそこは。たまにここうっかりとマリアヌ残ってるよね。マリアヌもよく残ってますね。相手祈り持ちだから倒せないので、この RTA においてアネットの応援というのは避けられた。さすがペトラ。回避高いからね。アネットの応援というのは非常にですね、重要な要素になってまして、とりあえず、アドラークラスで終了です。あとは右下に残っているヒルシュクラスの連中を倒しに行きます。先生、本当にきつい。先生弱マジ先生弱。どうなっとるんよ、これ。結構投資練習とかもやってるんですけど、先ほども言ったように100点満点で言えば大体35点から40点ぐらいの先生ですね、これ。クロードもこっち来やがった。これはクロードが確実にここに来るように動いてるので、必ず、なんだこのパラメータは。なんだこれは。やっと守備2桁になったけど、そうじゃないんですよね。力20、技26からにじみ出るダメ感がすごいですね。このゲームで技が高いっていうのも想像ないはずなんですけどね。たまにあります。たまに生まれますよ、この先生。正直普通にやってたら力と技逆だよ、このベルト先生。何回もやってるとよく見ますけど、本番で引いてほしくはなかった。なかなかないよ、本当に。いや、しくじり先生連呼されてるのかわいそうすぎる。しくじり先生。もうすでにだいぶしくじってますからね。マイクランジョでゲームオーバーは本当にひどい。何があれって、言ってしまえば最初の
序章からもうしくじってるからね、成長で。まあでもあれ守備伸びたんで悪くないですよ。まあ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 。伸びたってもその守備がここまで伸びないのもひどいと思うけどね。あそこでゲームオーバーになるのは先生のパラメータが低いかつリアルラックも悪いじゃないとなかなかならないので。まああれだよね。フォートレスで思いっきり前段食らったの痛いからね、あれ。あれはまあ食らうもん、まああそこもね結構守備が低いと食らうんで、ね、やっぱあそこはやっぱ守備ですね。守備があるとまあタイムは遅い早いありますけど安定はするので。何より死なないのが重要ですからね、基本的には。このゲーム。重要ですね。ディミトリが順調に斧を鍛えていきますね。苦手なのに。で、ここで、ここで、騎団を雇って、次のマップですね。次のマップはルミル村の狂乱戦でしたっけ、まあ、ルミル村ですね。ここから樹立戦も終わったということで、まあ、アイテムショップの品揃えが更新されていたり、マップの BGM がフォドラの行風から天作流星に変わったりとかで、いろいろ中盤感が増してきます。いいよね。はい。で、RTA 的には、ここから先先生の成長がうんぬんっていうことはあまりなく、ここまでの先生の成長によって、まあ、タイムが変わるんですけど、積み重ねだね。結局なんでここはもう今までの先生のパラメータの集大成みたいなところがあるので、この先生だときついです。かなり。あ、これメイス足んないんじゃないかな。マジであそこのメイスが足んないなんてマイナーな話があるわけが。この下のアーマーメイスで倒すんですけど、これ力低すぎて足んないんじゃないか。間違い問いの影を送りましたが。から20だからな。あ、20だと足りるか。当たりました。OK です。ギリギリ。だいぶギリギリ。今メイスで倒したアーマーナイトも先生の力が高ければ点々の剣でそのまま切り倒すことができるので、まあ、この辺りでもだいぶ先生のパラメータによる影響出ますね。もうレベルアップするたびに面白いですね、下手れると。でも、微妙に帳尻合わせるのはいいけど、技が本当にほぼ毎回伸びてますね、これ。27あるよ、27。この練習の時もそうなんですけど、先生が下手で成長すると、なんかレベルアップするたびに面白いっていう。手本になりませんよね。で、これ、今、守備10じゃないですか。で、この先生、2月にニルバーナっていう専用クラスにクラスチェンジするんですけど、守備が10にないとまた盗賊の時みたいにレベルアップした時に能力値がアップする演出が入るんで若干のロスになります。てか、あそこでもう最低保障の演出が入る時点でやばいです、先生。コメント欄から玄米と唐揚げ食えってめっちゃなんか応援来てますよ。ベルトの誕生日で来ましたね。ブローチをいただきました。やったね。桜姫みたいに先生も料理食べたら力上がったりすればいいんですが。で、ここですね、これです。はい。ここでですね、白鷺杯誰が登場するかなクイズということで。クイズです。はい。12月の中旬にですね、はい、白鷺杯というイベントがあって、まあ、各クラス対抗の、踊り対決みたいなのがあるんですけど、まあ、そこでですね、ヒルシュクラスから誰が出てくるのかを皆さん予想してください。ちなみに完全ランダムになってます。なんでヒルシュクラス限定なのか。アドラークラスはドロテアで固定だからです。何十回やってもアドラークラスはドロテアが出てきます。でヒルシュクラスは完全ランダムです。ドルテがいなければランダムだよね、おそらくは。ランダムなんじゃないですかね。ただドルテがいないっていうことはほぼないので。まあ、RT だってね。ヒルシュクラスで誰が出るか、じゃあ、宇月さん、誰だと思いますか？僕はですね、まあ、やはりマリアンヌかローレンツだと思うんですけれど、コメント欄の流れ見てると、意外とラファエルへの期待が高いですね。ラファエル、僕もラファエルがいいです。一回僕が見て一番面白かったのは、アドラークラスをやっていて、ドゥドゥとラファエルが出てきて、めっちゃ、なんか対面積めっちゃでかいみたいな。画面埋め尽くしてるみたいな。さあ、誰でしょうか？さあ、白鷺杯開始です。レオニーですね。レオニーだった、普通。レオニーですね。普通ですね。普通っていうのはあれですけど、ネタにしにくいですね。非常にネタになりませんね、レオニーでは。レオニーがね。
僕は赤クラスで敵で出てくるレオニーが好きです。あそこで先生に正論をぶつけてくるレオニーは非常にいいと思います。ということで、はい、はい、フレームを踊り子にこれします。フレームは仲間になった時点で、メーチェなんだけどね。まあ、メルセデスになりますけど、フレームは仲間にした時点で魅力が16ぐらいある、16もあったっけな。まあ、とりあえず踊り子になる魅力が十分あるので。まあ、魅力の、踊り子にエントリーした人は魅力を上げられるんですけど、フレンはその訓練をしなくても初期値で踊り子になれるっていうのが利点ですね。まあ、それによって悲しみもいろいろと発生するんですけど、初見プレイとかだと。そうですね。まあ、それは話は置いておいて。間違えた。ちなみに僕も初見プレイの時のフレイにしました。いや、見たかったね、踊り子だらはまあ4割なんでね、メルセデスの魅力は。ちなみにメルセデスを踊り子にするチャートだと、今、フレームを踊り子にするためにめちゃくちゃ先生走ってたんですけど、修道院内を。メルセデスってマヌエラを仲間にしたすぐ近くにいるので、移動の時間がだいぶ短縮されて20秒ぐらい早いです。そういう意味でも、メイちゃんの魅力が伸びるのは重要なんですけどね。はい、みんなあれですね、フレンを踊り子にして悲しみにくれたっていうのが多いですね。まあまあ、むしろ踊り子にするに誘導されてる部分までありますからね、フレンはあれ。マジか、俺はローレンツだったぞ。これ力低いから倒せないんじゃないの？ここのマップはこの魔物を全員倒せば、クリアなんですが、先生の力が今回低めなので、今必殺出たんで倒せましたけど、倒せないことが予想されます。これはあれですね、技が高い必殺チャートという帳尻合わせですね。辛いよ。本当かベレットは。本当に力が足りないと。必殺ルートはひどい。力が足りないと本当にこういう細かいところで少しずつロスっていきます。本当かもういや必殺出してるからセーフ。あ、これゲージ減ってない。あ、割れてないじゃん。もう影響出ましたね。アネット伸びちゃったね、1。しかも結構成長いい。倒せない。マネラ先生届かねえしな。ジェラルトっておじさんは1ターン目から突っ込んでくださいよって言いたくもなるよね。RT だと。なんとかします。ここはまあ主人公のお父さんが NPC でいるんですけど、好戦的かと言われるとそういうわけでもなくて、なんか2ターン目からのんびり動き出すので、正直戦力にならないっていうのが正直な感想ですね。ジェラルト召喚しました。これがお父さん活用チャートってやつですね。ジェラルトを召喚しました。おー、いいですよ。ものすごい今更なあれだね。成長率超のあれだね。まあ今ですね、先生の力が足りないのを垣間見ましたね。いやー、ありがとう、ジェラルト。まあ魔物力封じを持ってるので、結構必殺頼みにはなるんですけど、必殺って皆さんご存知の通りダメージ3倍なので、元のダメージが低いと結局倒せないんですよね。魔物実験用魔獣って幸運ゼロなんで必殺結構出やすいんですけど、でもまあ足んないときは足んないと。そんな活躍をしたジェラルトお父さんも今のショーで、お亡くなりになれてしまったので、次のショーは、敵討ちに参ります。そうですね。次のショーも、これ次のショーやばいな。黒いね、なんとかなんのこれ。先生の力が今21とかなんで、キルソード必殺チャートです。やりたくない。やりたくない。ちなみにここは先生が他の月と違ってお父さんが亡くなったのでしょんぼりしているという本番でやりたくなかった。細かいところですね。次のマップなんですけど、マップ中央にいるクロニエっていう敵将を倒した後に画面上部に登場する、敵将を倒したらクリアになるんですけど、その画面中央の敵将を一撃で倒さないといけないんですね、このルートは。で、一撃で倒すためにどうするかというと、点々の剣の破点とかで倒したりするんですけど、力が足りないと倒せないんですよ、一撃でやっぱり。
やはり力大事なんだな。基本的にはアネットの力の応援があるんで、まあ、多少下手だったぐらいだったら足りないってことはまずないんですけど、このルートは足りないです今回ははっきり言って全然足りないよ。足りないですキルソードプラス以前に鍛冶屋さん解禁されてないから。解禁されてないですね。でキルソードを買って必殺出すことによってワンパンで倒すっていう、もう苦肉の策チャートですねこれ。いや本番でこれやるのは痛すぎる。やりたくなかった。応援いかないと思うけど応援かけます。でドゥドゥがぶちかましを覚えているので、これでぶちかまして移動距離稼ぎます。あ、間違えた。このぶちかましは、重装のレベルを B まで上げることで習得できますね。でこれです。必殺率 42%。よし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 。長寿合わせ、長寿合わせ、長寿合わせ。というわけで無事にキルソードが決まりました。ありがとう。Hello, everyone. Can you hear me? 芝って感じで。ということで、苦肉の策チャートなんか成功しました。やったね。Yeah, sorry about that. The run ended up getting to start like a half an hour early, so now it is. And though I've beaten all 4 routes out of the game and won the Discord, really don't run the game, but I know most of the stuff and I've got the notes in front of me. Basically, for Blue Lions, they tend to keep Annette, Flane, God, I'm trying to remember the rest. Shamir, Gilbert, Dadu, Dimitri. I'm not sure about the rest because I don't know if the notes have changed much for that one. But those are who they tend to keep towards the end of it, and I'll hopefully explain from there. Basically, you do not see them trying to get a lot of experience, especially on Dimitri, because of the fact that he ends up getting a boost to level 20 thanks to playing on normals, and this is on top of obtaining his Lord exclusive class, so they legitimately get to get boosted to the minimum stats for each for that class, on top of getting the level ups for all of that, so it ends up giving him a lot of stats. なぜ足りない。今回いつもアネットだったか。そっか、アネットだったな。Lore-wise, I really don't want to spoil it, but it's been out for a while. But we will be fighting Edelgard on this one, sadly. Don't quote me there. This was my last route on that one, and even I was hoping that they would have a route where they could all come together and at least try to do something on that one. I was hoping that they decide to do a second Fire Emblem Warriors starting out in the war phase for this, because that would be amazing. But either way, you were complaining there. Well, talking to Sedith. You see Ilef getting his stats from changing classes on that one. Part of the idea is that in this game you have minimum stat thresholds for each class, and that if you are not at those stat thresholds, you are automatically put to those thresholds. You'll see that they were considering taking a seminar. They decided against it, ignoring the actual paralogs. Let's see here. Doing some inventory management. Now, a fair question to everybody on that one that has played the game. Who's your favorite character?
食事してやる気だと遅いよな。 食事解禁が遅い。 For me, it's a very tough call on that one, and that's mainly due to having played all 4 routes and into them actually recruiting all the characters. But hey, I'm a purist on that one. If I can save them all, I'm going to try. But that sadly does not help in the speedrun, so we are starting. Hold on a minute. I believe chapter 11. マヌエラ先生のワープを覚えないといけないんですが、今回質問が最初アネットが来て、質問の回数が1回減ってしまった都合上で。Yeah, I believe this is the one. Yeah, they're going into the Holy Tomb. They will fight the Flame Emperor, aka Edelgard. I'm sorry, huge spoiler, but it's not like the game hasn't been spoiled a bit. Still good play it. It's an amazing game, either way. 時間わかりますがなんとなります。大丈夫です。M シールド、サイレス無理やりチャートか。踊ればよかった。くそ。はい、これでなんとかなります。OK です。ちょっとロスですけど。Look down to check the notes and see, did they finish it or take a restart of that? ノーマルだけはそうなんだよね。きついで絶対できるんだよね。できますね。僕知りませんでしたけど。僕も知りませんでした。これでは僕がよし、OK。Samir, Manuel casting silence. このゲーム意外とノーマルとハードルなのに意外と仕様に差があるんで、知らないこと結構多かったんですよね。RTA とか見たりするまで。ちょっと焦りましたが。Okay, at present. みんなメトジェ君応援してますね。もうメトジェ君あれですよ、I believe they are backing up burning RNG or using this to gain some stat levels. ゲストしてんだけど。あれシャミちゃん、なんか忘れてた？書いてない。What you see them doing is at the very end running away from the battle. Well, not so much running away, but backing out of the battle. Or are they restarting? I believe they're doing a battle save, then backing out on that one. あるある、エンディングの一枚みたいな感じでメトジェのあれにしてんの。よし、OK、これでいけるはず。Also, not sure when the Discord's notes for the run actually were updated, because I know they've been, adapting something here there. Heck, I know someone's legitimately been rooting out maddening mode. So you can imagine just the craziness of that. Going for a stride, getting a battalion level right there. Moving there, then by left, moving there, attacking the enemy. Stride is really one of the most broken abilities there in the game. Well, battalion, I should say. Of course, not caring about the items being stolen. Well, the crest. The crest stones being stolen. Sorry, can't talk today. Taking the forecast on that one of the benefits to the 3 houses was it allowed the ability to actually get a better forecast as to where the enemies would attack and the amount of damage that would possibly be done. 一撃で倒せる、あるいは耐久力の一番低いキャラを狙ってくるので、この場合だとマヌエラ先生が範囲内にいたから狙われてるっていうのもあるしっていう感じ。やっぱそうですね。はい、OK です。で一番困るのが先生がしょぼいことによって狙われる相手が変わるというのが一番困るんですけど。それ一番困るね。If any of you got any questions, feel free to ask in chat. I'll try to answer as best as I can. ぐっちゃぐちゃやな。基本的にないんですよ。ドゥドゥがさよならバイバイして。ドゥドゥ撤退は
出撃順調整ですね。この次の章で。想定の範囲ですね。For part 1, you will namely see Violet being used more than anything else because you want to stack as many levels on him as possible. Samir casting Warp. Sorry, not Samir. Manuela casting Warp. As you will notice that they deliberately choose the abilities. They choose the abilities to focus on to greatly increase the actual the skill ranks as fast as possible. Sorry, as I said, I cannot talk tonight for some reason. Because getting warp as fast as possible does help, even if it's only a little bit of movement. And the cutscene that is skipped here that didn't get to see was Dimitri literally starting to go crazy over seeing Edelgard there. 士官学校編結構いろいろやってますねこれ。ちょっとあれですね。結構時間使ってんじゃないかなこれ。見れないですけど。混乱今1時間ちょうど。ああ結構やってますねそれ。10分ぐらいやってますね多分。混乱マジで混乱しとるわヤシが。いろいろあって10分ぐらいいってるので、ちょっとタイムきついかな。135はこういうことないと思うんですけど。Right now, the Battle of Monastery is started. You will see them skip all the way to the start of it, and they will now have Sedith as part of the army. さてこの3月に誕生日の男が一人いるらしいですよ。そうですね、3月14日はイグナー They also deliberately choose the birthday to be a specific date in order to allow them to get some extra, well, in order to be able to actually use the accessory that is given to them by the house leader. ガルグマクに殴り込んできた、帝国軍を追っ払うために今から戦いが始まるわけですが、果たして、キルソードは光るんでしょうかね。キルソードは届かないんでダメです。単純に必殺が出るまで粘ります。破点でボコボコ。力は絶対足んないので必殺が出ないと倒せません。一番下にいる今一番下にいるエーデルガートを倒すとクリアなんですけど、力足んないのでこの先生必殺出ないと倒せません。じゃあ皆さんもイグナーツに関してはお茶会をしないと5年前のイグナーツの姿は一切見れないということを。Shoutouts to an amazing piece of music in the game. Rip Hanneman. There's use stride, seeing that get a little bit of support there. As any level, you'll see Flame dance Byleth. Byleth immediately move down and Sword Creator Edelgard, since the Sword Creator will automatically repair itself at the end of this. And we are now on the time skip. Continent of Finland 5 years later at the start, one day before the Millennium Festival, which would have celebrated Garabach's 1000th anniversary. Getting to see Dimitri really by a lot of corpses, having lost an eye, and has lost himself to a little bit of vengeance. Also, shoutouts to Chasing Daybreak, one of the best battle music in the game, although there are a few that are better. And for those that have played the game, you know what I'm talking about. Not just, oh god. Not just God Settering Star. Sorry, it took me a minute to remember that one. You'll see that Dimitri has just gone from really low level-wise to an ungodly high level. Sword of Creator has been completely repaired. Dimitri is basically going to tank almost all these hits, and I believe they use reprisal or not.
looked like it was going to, but either way, you have Violet and Dimitri finishing this as fast as possible before the students come in. I believe 65点ぐらいあります。65から70点ぐらいあります。かなりあれ動揺したこいつ。 the level up on the battalion was on Dimitri's exclusive battalion on that one, which is very good on that one. You just saw Gilbert, いいですね、いいですね。 Annette's father, show up 先生の成長が微妙だった部分はあれですね。 as President Dimitri is supposed to have been executed, although they do know that he was not. So you will see the students show up, well, the remaining students that are alive, as this chapter is reunion at dawn, which is meant to be where the Dmitri, Byleth, and the students agreed to meet at the monastery 5 years later as a 5-year reunion, and this is to represent that day. But with the monastery in ruin, and the monastery's in ruin, bandits are around on that one, and Dimitri's line on that one is let's kill them all on that one. Yes, this is the start of the kill every last one of them meme. これぐらい伸びて、まあ普通というところなのがあれなんだよね。マイクランのところ等で死ぬのは本当に不甲斐ない先生ですまない。 And this route, Gilbert is your sort of advisory character on that one. For Silver Snow, it's Sedith. For Verdant Wind, it's Hilda. And for Crimson Flower, it is Hubert. 戦争編が始まりました。戦争編に関しては、まあ、基本的に漢学編とほとんど変わらないんですけど、メインで使用するユニットが、ベレト先生から、ディミトリに変わります。まあこのステータスでもう先生を使う理由はあまりないわな。辛い。まあ最初に Sadly, it is unknown whether or not Dedu has survived or not, because Dimitri escaping alive was thanks to Dedu. Also, originally this route was supposed to have a separate route split later on, but that was sadly it was sadly cut later in there, and the route split was supposed to be whether or not to go to Furiat early or not, if I recall correctly. This is the one route where you want to give Dimitri a big, big hug, pat him on the shoulder, and help him let it all out. ガルグマク修道院に殴り込んできた帝国軍を追い返すところですね。これ次に力の雫も使ってより力を安定させていきましょう。 See them equipping certain battalions to make it a lot easier, doing some class changes to make things a lot more easier, equipping certain weapons. Now, I believe that was either a steel axe or, God, I'd have to double check. 舞姫隊が来ましたね。青クラス1番の壊れ。このルートの特徴ですね。ドラゴンナイトですね。で、これディミトリをドラゴンナイトに、クラスチェンジさせます。まあ、このゲームをプレイした方は皆さんご存知だと思いますけども、このゲームは飛行系がとにかく強いです。このゲームの9割は飛行系と魔法でできています。まあ、RTA 上も飛行系強いですし、ゲームとしても飛行系強い。 You'll see them start with proceeding to counterattack the Empire. 従来の作品のドラゴンナイトってパワーとかはあるけど遅いっていう感じだったんですけど、このゲームのドラゴンナイトって力高いし速いなんですよ。なぜか。ドラゴンナイトになると力と速さにボーナスが入るんですよね。もうその時点で何かがおかしいんですよ。ということで、このゲームは基本的にドラゴンナイト。 Since Garrick has been taken back, you see the Empire actually sending in units to try to route them out. 今他ルートとごっちゃになりました。クロードとごっちゃになりました。 Dimitri getting another level there. As you can see, Dimitri is now at level 27, thanks in part to the post time skip level boost on that one. Byleth being at level 31.
with a 遅い decent だけ stat でクリ range アはできるんですが、まあ、伸びてくれた方がいいですね。 using stride right there. 本当はディミトリは斧苦手なんで、結構ドラゴンナイトですのは大変なんですけど、最初から斧と飛行だけをひたすら自習してるという先生のありがたいお言葉のおかげでなんとかなってますね。自習システムがあるので、その辺はかなり助かって They're ます。 allowing Dimitri to pull enemies. 目標設定ですか。あれはかなり助かりますね。先生も目標設定というか自習してほしいと思ったことは何度も。 Passing there, pulling Dimitri back, so that way they do not have to worry about protecting him. Getting the NPC to trigger the fire. 結構やっぱり上げる方法があんまないんだよね、先生だけ。ないないない。基本 I forget 基 who 本 the だからね。 general's name for it is. はい、 However, 近づくと勝利条件が oddly enough, 適 this 当に撃破して終わりです。 the general's death will actually affect the story later on. 先生、本当急にあれだね、力伸ばしてきたね。ディミトリに対もう抗して。ほぼいらないんですけど。遅いんですけど。もうほぼいらないんですけどね。そうですね、レスバ将軍さんも気づいたりやられてましたね。で、まあ、ディミトリがドラゴンナイトになったのもありまして、戦争編、まあ、5年後の戦争編はほとんどディミトリがもう敵陣に突っ込んでいって、必要な敵だけ倒して終了というパターンが多いです。てかね、ようやく飛行機が手に入ったというのがでかいです、特に。そうですね。で、このルート、草月ルートに関しては、神速の備えというものもあるんですけど、女神の舞という誰でも踊り子になれる計略というのが存在するので、さらに速攻性が増してます。しかも複数使える。なんで踊り子に対して踊ることができるというとんでもないこ I と was checking the notes because honestly, I'm not sure if the run has changed or not, but I've been trying to follow everything on that one 今のさ、間違え instead of having a lot of motivation there. 面白いな。あれはなぜか後ろでドヤ顔してるギリベとか。 So I guess you can run around and chase Ain and Mixer. No one actually bothers her. 勝手に飛んでるからクラッシュエンジン必要ないですね。そう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 。 Opting to go straight to the next mission, which is the Valley of Torment, if I recall correctly. 本当に学生編が悲惨だったね。全体的に。 If Ash was still alive, this would be the chapter where you get him back. いや、これはかなり、質の悪い先生と大体ああなるんで。 By actually talking to him, and you should be able to recruit him, if I recall correctly on that one. It's been a couple months. やられてもう復活できませんってなった時の多分僕の表情はレア様みたいになってた。それは失敗作って言われますわ。やはりあなたも失敗だったんですね。 They also changed Dimitri into Other Lord, or rather, to basically increase its movement range, so that way you can move a lot further. The same thing with did they keep Fire left that one? Yeah, they kept the same with that one. And flying immediately to the boss to one turn the map. Because stride plus dance plus a wyvern's movement is an amazing amount of movement in this game. 終章に出てくるラスボスを倒すときに守備が低いと結構回復とかしないといけないので。 And there is Felix's father. 守備が高いと、かなり安定します。で、速さは言わずもがなあった方がいいです。必要なベルト先生が持っていなかったものをすべてディミトリ君が Now, you gotta enjoy the little bits of the story, as well as Bylif's little chibi sprite down at the bottom, being able to be ran around on that one. 備えをかけられて、女神の前で一旦3回ぐらい動かせるっていうとんでもないことが起こるので。 You see Dimitri having promoted to his full master class. Is his master or is it advanced? Anyway, what you would normally have to have level 30 to take the exam for. ゴリラミサイル、言われてみればそうだよね。やってることはそうですね。ディミトリの力が低かったりするとたまに Keeping the events going to the
end of that one. まあ、今回 For の the poker, 場合 this は is 多分大体 the 特に Great Bridge of まあ Murden 相 for 手はまあ the 敵将がいるんですけど、 for this particular route. その敵将は先生ディミトリの力が低い場合はちょっと苦戦することがあります。 Lots and lots of 今 skill 回は ranks まあ速さも increased. あるんで追撃も出て大丈夫でしょう。どちらかというと問題というか不安要素は先生の方だったりします。今回は。今回の先生でね、受けるのきついからね、本当に。まず最初に先生でフォートレスを倒すんですが、 Now, I do have to add that, かね again, Chasing Daybreak, 倒すか an ね amazing piece of music. You don't get to hear it that much in the speedrun, but it is still an amazing piece of music. I would highly recommend looking it up on YouTube and listening to it. It is amazing. ドゥドゥは帰ってきません。 The boss for it is a lot of suave, and yes, remembering her name is surprisingly on that one. Again, you see あ Violet これ going there, これは clearing ね out the 技を知っ way. てた技 Dimitri チャートの賜物ですね。 clearing out one of the enemies here. You'll probably see Flame move マジ to でマジでディミトリが全てを straight off the back 白星に dance, している。まあでもちょこちょこ使ってますけど、このゲームは自分で using the weight 操 there. 作した方が早いので、 そうですね、人力より機械に Oh, 任 moving せて there, so moving there, giving another stride, so that way you get the increase on top of. You basically こ get のよう the にして十字型に配置 increased して、 movement more than a single turn. ちょっとぶちかまして、 It's a +5 to the overall movement. 娘をぶちかましする父親がいるらしいな。で、これ倒せるかどう You かが also see the actual フェルナンド・フォン・エイギル Italian that actually gives a dance. Also, say goodbye to Ferdinand von Eyre, because he is no longer Ferdinand von Eyre. 力もうちょい欲しいとこですが、伸びましたね。守備33優秀です。優秀速さは言わずもがな。 You also see これで Lorenz フェルディナンドが両方倒れて sadly 試合終了 taken out there. この勝利条件は敵将全員の撃破なので、 Oddly enough, if you have recruited them, which sadly won't not happen in the speedrun, you will see different and weaker enemy units there. 出現ラインを無理やり突破して一気に倒してるので、 ケロの生存ルートですね。他ルートだとこんなことはできません。やはり女神の舞がないので、律儀にアケロも倒しますが、いやディミトリーが優秀なので5年後は安定しますね、本当に。いや、本当学生編とは何だったんですかね。いやよくありますよ。でもやっぱり前半先生後半級長なので、このゲームはどっちかがNow that they どっちか have が悪いと formed a bridgehead into this is Lesser Alliance territory, or have they gotten to the Adjusting Empire? No, they've headed towards the Adjusting タ Empire. イムが変わるというのがお分かりいただけただろうかみたいな感じ You です。 see Flame asking a question. You also see Violet Professor Rank going up there. Because, yay! Teaching! 本当にディミトリがこれなんとかなってなかったらもっと大事故でしたねっていうことになってるから。 You see Gilbert talking about how Dimitri has changed and how あ he りがとうディミトリって感 hopes じ。 that 今18分。 he can still learn that it is まあ、1時間 not 30分でも just 収ま all ったら about the bloodshed. ないという。で設定数は別に伸びしろがないわけじゃないんだけれど、 Because kill every last one of them does work until it doesn't. 他の記事に比べたら圧倒的にきついよねっていうのが原因ですね。 先ほども言った Battle of Gronder Field. Gotta forget the name of the piece of music. Between Heaven and Earth is the piece of music here, and this is where all three of the classes, all three of the houses meet again on that one. 先生が弱かったらマジで積むので、この先生だともう The only the two routes where you do not get to have this is Crimson Flower and Silver Snow. Silver Snow, you sadly sit this one out, and Crimson Flower, sadly because it being so shortened. Developers, really? This is the first time seeing post time skip Edelgard. You will also see Claude here. 具体的にはクロードとエーデルガルドを倒して終了です。 Because sadly you have to take out both lords. Claude will retreat here along with Edelgard. And in Verdant Wind, and yeah, in Verdant Wind you will see Dimitri fall here
trying his best to just staggering towards Edelgard. I can only imagine just like it's the just constantly moving towards him, towards her, like if barely like just the march, just like it's the yeah, I don't know, I described this horribly on that one. But anyway, Dimitri flying directly to challenge Edelgard. She decides to run away on that one. Dimitri hits level. Oh, I remember his name now. Rodrigue is Felix's father. He sadly passes away there, saving Dimitri. This allows Dimitri to realize, it sort of snaps him out of it to realize that he really can't just feel about vengeance only, and this causes him to want to take back Furiad. Skipping directly to that mission, they will also get a lot of skill ranks here, thanks to although not teaching, but the fact is you get that all accumulated. Option to skip most of the events here because honestly, at this point, the events, as fun as they are on the casual playthrough, I highly recommend having fun with it. It's not as necessary. I will add though that the speedrun strats are very good if you want to play an insanely fun new game plus file on bad thing. If you really don't feel like playing it on a new game with that one, then just having some fun. Dimitri was finally mellowed out, realized he needs to be a better king, and he is now, I won't say back to his older self, or his old self, but more has realized some of the error of his ways. Oddly enough, the boss, I believe it's Cornelia, that one. Fun fact, in one of the cut content pieces is this map originally, if you had done things differently, you would actually have Felix and Annette actually leave you and turn traitor on this one. I'm not sure if that happened thanks to the cut route split or the fact of realizing that if those were your only characters apart from Dimitri, you were pretty much screwed. But here, now that Dimitri has returned to being the King of Fargus, he has basically announced that he is back. Let's go take care of Edelgard, but on the way there, he receives a distress. He receives a message from Claude asking for help. I'll not spoil all the details of Claude on that one, but suffice it to say that this is where you see them finally take out Arundel, Edelgard's uncle, and surprisingly enough, Dimitri's step uncle, because due to plot reasons that how best to say it, Dimitri and Edelgard are actually step siblings on that one. It is explained a lot more between both routes on that one, and sadly, you can tell that only Dimitri remembers the time for that one, thanks to Edelgard basically being a human guinea pig, which is one of the reasons why she has white hair, the same way with Lysithia on that one. Daphne and Claude there just trying to hold out until Dimitri gets there.
And yes, if you can't tell, I have played all 4 routes of this and have spent way too many hours playing this game. フェルディアからこう巻き戻ってデアゾラに来るとかわけわかんない進軍するのはまず歴史学者が切れるのも当たり前だよねっていう。出ましたね、アランデルコ。It's Arndel, you find out that he really is cold-hearted and really just does not care. He despises Mitri and despises everything on that one. から来たね。 Also, say hi to Hilda. さて、ここにいるアランデルコを飛ばします。さて、アランデルコがアラシンデルコに So なって Dimitri しまいまし takes た。 out Arndel as fast as possible on that one. やってるわ。高い。ということで、ゴリラ進軍が終わってクロードを救出しました。 And interestingly enough, this is the only route where you take out Arndel. Despite the other routes where you would, it's hard to tell if you're actually taking him out or not. Also, Claude offers back the Lesser Alliance to Dimitri in order to fight Edelgard as a unified front. ディミトリに関しては。最低保障14で、ハイロードが2か3のはずなんで、16、7なんですよね、レベル1で。で、30オーバーって。13回。I think that's enough of the lore dump on that one, but it is what it is there. なかなか、速さに関してはとんでもないことやってますね、この男。 So we're spending days resting. ものの一員だったので、間接的に悪の秘密結社の戦力が大幅低下したということにもなっています。まあ、青ルートは放置ですからね、その辺。全部戦後に終わらせるからね。今回は最初にアネットを引いたので、ここでレベル上がりませんでしたが、たまに指導レベルがここで上がって、ちょっとポップアップできてロスになったりします。白放射ってプラティチ。大して関係ないですね。シルバー放射ってワープにも乗るの？ So we are now. So they're now marching towards the Empire's capital. フレンの実習項目というか目標設定ちょっとミスってるので今回。You'll see Hubert there. Basically, Edelgard's right hand man. Also, he has a thing for Edelgard. It's hard to tell exactly how this falls on that one, but you can also tell that he really does understand what she's trying to accomplish. And as oh no, wait, are we? Hold on a minute. No, I'm thinking next chapter on that one. This is where you have to fight the Death Knight, aka Jiritsu. Mercedes' brother. Yeah, I'm sorry for the spoiler, but how else can I explain this? Oddly enough, Jiritsu sadly goes through a lot of mental problems thanks to his parents on that one. Well, his father more than anything else because of having a crest. The crests really do cause a lot of problems to a lot of different characters, and it is very crazy to explain all of that. When you have Sylvain's older brother Ethan being tossed out just because of not having a crest once Sylvain is born with a crest, you tend to see a lot of interesting things here. Also, the cutscene that is skipped here is the fact of, for some reason, you have what is it? Basically, modern missiles dropped on the fortress. The game does provide a lot of information thanks to a lot of the lore in the libraries, but you do have to go and look for that information. We are now at the capital, and one of the most interesting things about this is that not only
does this have a lot of significance for some of the characters. There are also some individual and unique conversations that are here if you bring certain characters to certain locations here. Like for a fact, Manuela to the opera house, where she actually was a singer, あと数分で終わっマジであと数分で終わっちゃうんで安心してください。 alongside Dorothea if you have recruited her. 青ルートではここでThere's Hubert, the あの one もう一 character つ that ルートになってしまうので should have naturally been able to become a dark mage without needing a dark ってい seal. うなかなかまあシリアスな状況であって好きなんですけどね。 See that moving. Sadly, there's Dorothea. He said it. Not see. He used on that one. You see reposition there, if I recall. Also, the Dew finally showed up ギスタブお父さんがマジでエースですね。 because, well, it's the Dew. これは He really loves Dimitri that much. どうかな。ってとこだよね。 As this game does tackle a few very interesting. Would you call it interesting subjects on that one, or just やっぱおかしいよこのゲーム。 just a lot of different subjects on that one? Manuela using Warp here to move Flane, who is the dancer, to be able to dance Dimitri, to allow Dimitri to be able to get to Hubert and take him out as fast as possible. レベル上がった。さあ、あ、いいですね、44いきました。やった足りましたね。これは安定して早い。 Nice two-turn battle there. ここなぜサーストを覚えているのですかな。すると思うんですけど。 Oddly enough, the speedrun really does take turn to that one. Also, shout outs to personally one of my favorite pieces in the speedrun of Apex of the World. ルーベンクラス球団対 As we are approaching the final map. 送迎するとラストですね。ようやく。 バッターは現 This 在 is where you see Dimitri and Edelgard meet up again, 選手 as で well as 相手ピッチャーは Dimitri and Edelgard, that they did know each other before her torment, that he is her sibling, and that's part of the reason why he actually has been trying to take care of her and try to find out what was up with her. Sadly, it also makes me wonder whether or not Hubert or any of the other characters actually did know that and could have probably provided the information on that one. Shoutouts to Val. Remember the piece of music in the background for this for the battle prep. Also, fun fact: Apex of the World is also used for the getting to top 10 for Tetris 99 if you use the Fire Emblem theme. You also see those who slither in the dark here as well after their leader has been taken out. Although you would probably not know that that is who they are during your first playthrough if this was your first route. So they're doing a lot of battle prep. You also have Hegemon Edelgard here, having given up everything to allow the Crest of Flame to be able to truly let loose and have its full power. Because that was one of the things that she was given as part of the experiment on her. So you're watching RTA In Japan's English Restream. Thanks to SpeedGaming. Do make sure to keep an eye and follow everything that's going on for this one, because it's going to be an amazing marathon, and it's already been so far. Playing dancing, then you see Manuela using the refresh ability on that one. You see Netta using the actual one gambit that allows for the refresh. You see Manuela warping here, reach you over. Reach you finally in sight of Edelgard, attacking, moving close to that one. Also using the, I forget what the actual
Gambit allows for the ability to attack and respond at a distance. Also, we've probably lost some of the students. Here is the Crunchy Edelgard, aka that is the nickname given her by a few things. Yes, I play Fire Emblem Heroes, and yes, that's the name for her on that one. And yeah, she is argued as one of the most broken things in the game. In fact, the broken question for that is if you basically the entire metagame for that one is rooting around how to beat her. And that should be, I believe that is time. Not bad for a very good, a very good Fire Emblem Three Houses run. Get your TCs in chat. Very good ideas of wanting to take down the nobility and have people be judged on their merits to help with that one. Finally, this way. She does maintain her ideals using the knife that Dimitri gave her when she was younger to try to fight for her ideas on that one. And sadly, Dimitri has to stop her. And this, I say, Dimitri can withstand a lot of things. Getting basically stabbed in, I won't say the heart, but stabbed around that area, and walking out on that one. I believe the stories were based on an old, I think it was Chinese poem about the seasons on that one, and Azure Moon was representing fall, as Silver Snow representing the unchanging nature, Gucci Flower representing spring, Burnwind representing summer, how burns away everything on that one, and Azure Moon representing the fall. Since they sadly do not get the ring, there is no S rank partner. Also, I don't know if they're going to go through the entire credits or not, but if so, you will get to hear Edge of Dawn's you'll get to hear Edge of Dawn. As oddly enough, there are two different credit pieces of music based on whether or not you are doing Kunchu Flower or the other routes. Again, do remember to follow the runners and hopefully, stay tuned to SpeedGaming for the next upcoming runs.